んにちは。青空ガレージチャンネルです。さて今回はマジェスティ125エンジンの世界編です。先日トンネル内でイオン発生、そして失速、なんとか脱出できたけどエンジンに致命傷。そこで中古エンジンを手に入れて乗せ替えることに。いろいろ交換して状態を確認。果たしてこのエンジンは当たりか外れか。最後までゆっくりしていってね。さーて、気が重いけど気合を入れて始めるか。開墾の儀。今回のエンジンはキャブ車用で走行距離17,135キロ、そして40キロはあろうかという重い荷物が届きました。飛脚のお兄さんありがとう。というわけで総額約19,000円で手に入れることができました。欲しい時にちょうど良いものが出品されているかは運任せ。エンジン状態や競合相手などで落札金額も様々です。キャブ車エンジンはもう球数が少なくコンディションもあまり期待できない。FI 車エンジンでもキャブ車に乗せ替え可能なので、できるだけ走行距離が少ないものに全力入札。今回運よく走行距離が少ないキャブ車用エンジンが入手できました。どんな状態なのかは走ってみないと分かりません。ここでエンジンの世界に関する注意事項。コマジマニアの方はご存知かと思いますが、変速ケースの後方にエンジンナンバーが刻印されています。現在ナンバープレートの登録をここの番号でされている場合、エンジンを乗せ替えると別のバイクになってしまうので、役所と自賠責保険や任意保険の再手続きが必要です。本来エンジンも部品なので交換することもあります。そのためナンバー登録は車体番号を使うのが一般的。ところが1998年台湾で発売当初、車体番号がついていませんでした。なのに日本でも人気が出てしまい、盛んに並行輸入された当時、エンジンナンバーで申請するしかなかったようです。その後正規代理店が決まり、車体番号がつくようになりました。ここの番号で登録されている場合はエンジンが変わっても問題はありません。それではエンジンを見てみましょう。ラジエーター行きのパイプ付きです。ステンのパイプは AIS 二次空気導入系統。環境基準に対応するため未燃焼ガス再循環装置です。私のキャブ車にはもともとついていませんでした。キャブセッティングが狂う可能性があるので撤去します。気になるオイル漏れの定番箇所も大丈夫そうです。ジェネレーターもついているのでこのままいけそうです。
セルモーターはついていないので現エンジンから移植します。ただいまの時刻9時35分。それでは作業開始。マフラーの取り外し、シートカウル類の取り外し、最近塗装したばかりのオイルポンプカバーを回収、エアクリーナーボックス取り外し、キャブレターをエンジンから分離、ワイヤーホース類はつけたままで OK。 右側のリアサスだけ外してリアフェンダーを回収、左側リアサスも外すと自立できなくなるので最後に外します。マグネットローターを開けてステーターコイルジェネレーターを回収。今回は予備パーツとして保管します。手に入れた中古エンジンが FI 車用だった場合はこれを移植します。リアアームとタイヤを外します。ホイールの中でブレーキシューが引っかかり横に抜けないので先にリアブレーキを開放します。セルモーターを分離、配線はつけたままで OK です。オイルは抜いておきます。リアブレーキワイヤーを分離します。冷却水を抜くためラジエーターキャップを開けておきます。エンジン右上のラジエーターへ向かう出口パイプを外します。エンジン左下のラジエーターからの入り口パイプを外します。エンジン上部にある水温センサーの配線を外し、センサー回収。いよいよエンジンを下ろします。センタースタンドも一緒に外れてしまうので車体の下に適当な台を置きます。力が入りやすいうちにエンジンとブラケットを緩めておきます。車体右側のフランジボルトに回り止めレンチをセットしておきます。車体左側フランジナットを外します。左側リアサス下部を外します。ボルトが抜けた瞬間車体が転倒しないように注意。貫通ボルトを長い棒で打ち込み、反対側に突き出ました。最後は手で引き抜きます。完全に
車体からエンジンが外れました。後ろに引きずり出します。エンジン下ろし完了。車体とエンジンの接続イメージ。主に車体とつながっているパイプと線。ちなみにエンジンの世界には関係ありませんが、ガソリンタンクからキャブまでの燃料の流れについて。FI 車は燃料ポンプがあるので全く違います。エンジン始動による不圧によって燃料コックが開きます。新品に交換したばかりのインマニを新エンジンに移植します。旧エンジンからブラケットとセンタースタンドを外してスプリングフックでスプリングを外し、新しいエンジンに移植します。今回手に入れたエンジンから AIS を撤去してマフラー付け根横の穴を塞ぐため、今まで使っていた旧エンジンからキャンセラーを付け替えます。 AIS 撤去。要するに穴を塞ぐための線です。これが前回作った AIS キャンセラー。オリジナルのパイプを切断してハンマーで先を潰しただけです。プラグもイリジウムだったので付け替えます。新エンジンにブラケット装着。ネジロックもしておきます。センタースタンド取り付け。専用工具のスプリングフックを持っていないと確実に苦労します。これから使う新エンジンの準備ができました。新といっても中古ですが AIS キャンセラー OK。 イージウムプラグ付け替え OK。 インテークマニホールド付け替え OK。 それではいよいよ車体と合体。どっこいしょ。
センサー付け替え OK。 位置と角度を確認しながら車体の下に滑り込ませます。まず左側リアサス下部に取り付けます。まだボルト1本だからゆらゆら。車体と連結するフランジボルトを右側から差し込みます。左側フランジナットを閉めます。エンジン右上のラジエーターへつながるホース取り付け、水温センサーのコネクタ接続。プラグキャップをセット。セルモーター取り付け、なんだかセルモーターだけが汚い。塗装済みカバーに付け替えます。今回はキャブ車用エンジンなのでジェネレーターはそのまま使います。そしてこれは予備パーツにします。コネクターを接続します。リアフェンダーとオイルポンプカバーを戻します。キャブレターを元に戻し、エアクリーナーボックス取り付け、すべて前回塗装したパーツに付け替えます。キックペダルを戻します。ブレーキシューもついていたのでそのまま使います。一旦外して可動部にグリスアップ。ブレーキシューの表面を脱し、ドラム内の清掃と脱脂もしておきます。固着と錆防止のためグリスを塗っていきます。リアアーム取り付け、ブレーキアームとワイヤーを取り付け、マフラー取り付け、右側リアサス取り付け、エンジン乾燥15時完了。それでは早速新しいオイルを入れてみましょう。フラッシングとしてすぐ交換するつもりなので適当なオイルを入れます。ここで一旦プラグを抜いて中を見てみようと思います。ファイバースコープを使ってシリンダー内を確認します。某奥で手に入れたエンジンは本当に17000キロ相当なのか、また17000キロシリンダーとはどんな状態なのか確認し
ダー側面に縦傷やピストン上部にデポジットなどもなく、オイル管理や燃焼状況も良好だったようです。説明欄通り17000キロ相当で間違いなさそうです。デュアルカメラのサイドに切り替えてシリンダー内の真横を見てみましょう。プラグホール通過中。バルブとヘッドガスケットが見えます。シリンダー側面に刻まれたクロスハッチも見事に残っています。今度は正面カメラで覗きながらピストンを動かしてみます。ピストンはスムーズに動くか。シリンダー側面にオイルの書き残しが出ないか。問題ないようです。ドライスタートを避けるためシリンダー内にオイルを少量入れます。果たしてエンジンはかかるかな。緊張の瞬間です。ひとまず大成功。エンジンも無事かかったということで冷却水の作業に移ります。エンジン左下のラジエーターから来た入り口ホースを取り付け、エンジン右上のホースを外しサーモスタットハウジングを開けます。中から真っ赤になったサーモスタットが出てきました。だいぶサビが回っているようで中が心配になってきました。茶色い水が出てきた。もはや泥水やないか。エンジンをかけながら高圧洗浄。茶色い水が結構出てくる。直接ラジエーターに水道ホースを突っ込んで少しふかして循環させます。出し切ったみたいです。一旦ドレンボルトから中の水を抜きます。シ
着しました。ラジエーターへ向かう出口ホースを取り付けます。エア抜き穴のボルトを開けます。クーラントを入れていきます。そのまま使えるタイプと最低気温に応じて薄めて使うタイプがあり、こちらは薄めて使うタイプです。ラジエーターキャップのところから入れて、エンジン左下のエア抜き穴から出てきたら閉めます。もう一度入れます。エンジン右上のエア抜き穴から出てきます。エアが抜けてクーラントが出てきたら閉めます。ボトルに変更して補充。サーモスタットが開かないとエアは出てこないので、キャップ口いっぱいまで入れたらラジエーターキャップを閉めます。あとは走りながらラジエーターキャップが徐々にエア抜きをしてくれます。ラジエーターキャップの正常な状態、リザーブタンクの液量も重要です。タオルを戻してテールランプ戻してバックレストとナンバープレートを戻して完成です。ジェネレーターの発電状態も良好。水温センサーも機能しています。出来上がりからクラッチミートの良好。サイドニングは個人的な好みで調子の良いエンジンの照明、超低回転。新しいエンジンのチェックとメンテナンスは次の動画にします。ご視聴お疲れ様でした。また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録